皆さんこんにちは。フットボール天国へようこそ。こんにちは。今回はサポーター以外でもなぜか気になってしまう横浜 F モリノスについて。最近はもう何かマリサポ以外の人たちまで残留を祈っているような状況ですが、その根本の部分では、実際マリノスの残留の可能性はどのくらい残っているのかについて。当チャンネルではすでに1ヶ月以上前に結論出ていたと思うんですけど。あれは過去のジンクスに当てはめて出した答えですが、今度は別のパターンで聞いてみたいと思います。誰にですか？ AI に。 AI に？ということで F マリノス残留の可能性について6つの AI に質問してみました。現在2025年の J1 リーグの横浜 F マリノスは21試合を終えて3勝5分け13敗です。 F マリノスが J1 リーグに残留する可能性を過去のデータなどに基づいてパーセンテージで教えてくださいという質問を各 AI ツールに投げかけてみました。まず最初に回答してくれるのはチャット GPT。 現在 AI ツールとして一番有名な名前なのではないでしょうか。開発元オープン AI、 対話型の生成性 AI でテキスト生成、要約、翻訳、プログラミング支援などに優れ、ビジネス、教育、創作、日常会話まで幅広いシーンで使用可能なのだそうです。では質問してみましょう。現在2025年の J1 リーグの横浜 F マリノスは21試合を終えて3勝5分け13敗です。 F マリノスが J1 リーグに残留する可能性を過去のデータなどに基づいてパーセンテージで教えてください。現在2025年の J1 リーグで横浜 F マリノスが21試合を終えて3勝5分け13敗、勝ち点14という状況を踏まえ、 J1 残留の可能性を過去のデータ、傾向に基づいて推定すると、 J1 残留の可能性は約20から 30% 程度と考えられます。以下に詳しく解説します。1、勝ち点14での残留確率。過去の J1 残留ライン分析。 J1 は現在20チーム制38試合制、残留には基本的に勝ち点40前後がボーダーとされてきました。マリノスが11試合で14ポイントだと、残り17試合で最低でも26ポイント、勝ち点40到達が必要です。必要勝利数の目安は26点イコール8勝2分け17敗。現在3勝18戦、勝率約 16%。 この伸び率は過去10年で降格圏から抜け出したチームと比べても非常に厳しいです。2、過去の降格チームとの比較については表の通りです。この表から分かることは以下の2点です。勝ち点36から41がボーダーになりやすい。残り17試合で22から27ポイント以上が必要。ワチニョン注意。このデータに関しては正直ハルシネーションを起こしています。ぶっちゃけ間違っています。例えば23年は降格は1チームのみで、残留ラインの勝ち点は34、得失点差で15位湘南、16位ガンバというわけで、細かい点で間違いも多々発生すると思いますが、 AI の回答をそのままお伝えするというのが今回の趣旨なので、このまま進めていきます。他にももし間違いがありましたら教えてください。他力本願寺。3、21試合終了時に勝ち点14以下だったチームは、過去に似たチームの残留成功例はこの通り。 J1 で勝ち点14以下、21試合消化時だったら残留できたチームは極めて稀。4、モデルによるシミュレーション。過去ベースの残留プロ測。過去のデータと残り対戦相手の強さを加味して簡易モンテカルロ法でシミュレーションした場合、14点、21試合時点での残留確率。ざっくりとしたモデルでは約20から 25%。 対戦カード補強状況次第でマイナス5から 10%。 5、その他の考慮点。補強、監督交代、夏の移籍市場だったら上昇余地あり。直接対決多数。下位チームとの直接対決で勝てば一気に変わる。自動降格は
18位から20位、17位は PO、17位を狙って PO で勝ち残るルートもある。結論、現時点での残留確率。予測、シナリオ、残留確率。自動残留16以上、約10から 15%。PO 残留17位、約10から 15%。合計残留可能性約20から30%。ということで、チャット GPT の出したマリノス残留の可能性の回答は約20から 30% でした。意外と高いような気がします。夏の補強やこの先のカントと交代などの可能性も含めたパーセンテージでしょうね。プレーオフ残留とか書いてありますけど、今季 J1 のプレーオフなんてありませんからね。このあたりは無課金なので仕方がないのな気もしますが。続きまして質問するのはパワープレックシティ。開発元はパワープレックシティ AI。検索エンジンに近い生成 AI で情報の出典を明示しながらリアルタイムで情報収集・要約が可能。リサーチ・ニュースチェック、信頼性のある情報収集が特徴なのだそうです。何か信憑性のありそうな言葉が並びますが、どんな回答をしてくれるのでしょうか。過去データ、現状分析。近年の J1、18から20チーム制で21試合消化時点で勝ち点14以下のチームが残留した例は極めて稀。データ分析によると、現状からの残留確率は 6% という推定もある。別の推計でも10から 20% であるとされるが、これはチームの実力や補強、未消化試合の有無などを加味した幅試合見積もり。監督交代や主力流出などチーム状況は依然として混乱しており、現実的には非常に厳しい状況。残留のための条件。残り17試合で勝ち点26、約8勝2分け7敗ペースが必要。これまでのペースから大幅な上昇が求められる。まとめ、横浜 F マリノスの2025年 J1 残留確率は過去のデータや現状を踏まえると6から 10% が現実的な範囲。極めて厳しい状況であり、残留には大きな巻き返しと複数要素の好転が必要。チームの自力補強力など加味しての10から 20% 程度という回答です。チャット GPT より若干下がりましたね。残留価値点のボーダーラインが若干違うのも回答の差につながっているのかも。続きまして質問するのはグロックです。開発元 XAI、イーロン・マスク氏主導。X 社と連携しており、主な特徴としては X、旧 Twitter と連携し、ポスト、旧ツイートからの情報取得が可能で、やや個性的、ユーモラスな応答が特徴です。SNS 文脈での情報収集やカジュアルな対話が可能となっています。そうです。X の画面上のここにあるやつです。では答えてもらいましょう。現在の状況などに関しては同じような内容なので、音声での解説ははしょります。注目点はグロックの考える残留ラインは 40.42 程度と他の AI より若干高めなところでしょうか。あと X 上での見解が含まれています。 X の投稿では残留ラインとして 40.2 前後が想定され、横浜 F マリノスが残留するには残り17試合で6勝4分7敗、勝ち点22以上が必要との意見。21試合時点では残り13試合で同様の計算が必要。悲観的な見方では現在の勝ち点ペースで降格確率 40% 以上や 75% と推定。楽観的な意見では7勝5分6敗で残留可能とするが、現在のチーム状態では厳しいとの声が多い。一部ファンはまだ半分残っていると希望を持ち、40点から 60% の残留可能性を肌感で推定など、 X 上の生の意見が反映されています。結論としては横浜 F マリノスの J1 残留確率は
過去データと現状をもとに 20% から 30% と推定しますという回答でした。いろいろ書いてありますが、こちらも思ったより高いという印象です。個人的には過去の降格傾向 90% 超を考慮し、残留確率は 20% から 30%、劇的な戦術、精神面の立て直しが不可欠ですとありますが、過去の降格傾向 90% 超という点は気になるところです。残留確率は 20% から 30% とか言いながら、過去の降格傾向から見たら 10% 切っているということですからね。残留勝ち点ラインが40、42程度と他より多少高めに設定しているのに、残留の可能性が若干高めなのは40から 60% の残留可能性を肌感で推定という謎データが加えられているから。続きまして質問するのは、ジェミニ。 Google のトップページの右上のここを押したら出てくるこいつのことです。ジェミニの開発元は Google、Q、Bard で、 Google の知識グラフと連携した強力な検索理解力、マルチモーダルにも対応しています。 Google ワークスペースとの統合と検索補助で進化を発揮します。では聞いてみましょう。現状についての部分は同様にはしょります。ジェミニは残留ラインについて詳しく説明したいみたいですね。残留ラインについては40程度から42ぐらいの勝ち点が必要だと想定しているようです。残留可能性のパーセンテージ。非常に厳しい状況であることを踏まえると、過去のデータに基づいた横浜 F マリノスの J1 残留可能性は非常に低いと言わざるを得ません。感覚的な数字になりますが 10% 以下、あるいはそれよりもさらに低いと考えて良いでしょう。理由としては以下の点が挙げられます。勝ち点と消化試合数。21試合で勝ち点14は残り試合で驚異的なペースで勝ち点を積み重ねる必要がある。他チームとの差。現時点で最下位があり、上位チームとの勝ち点差が大きく開いている。この差を埋めるには直接対決での勝利はもちろん、他チームの失速も必要である。降格枠の増加。20チーム制で3チームが自動降格となるため、残留争いはより熾烈になっている。もちろん残り試合でのチームの奮起や戦術の変更、選手のコンディション向上などによって状況が劇的に変わる可能性はゼロではありません。しかし現状の数字と過去の傾向から判断すると非常に厳しい状況にあることは間違いありません。ということで結構厳しい回答でした。 10% 以下、あるいはそれよりもさらに低いという容赦のない回答ですね。ただ実に現実的とも言える回答です。続きまして質問するのはクロード。開発元はアンスロピック。憲法 AI と呼ばれる安全設計で長文処理に強く、読解力、論理性が高い。ビジネス文書、契約書レビュー、創作教育などに適しているのが特徴です。では質問してみましょう。残留ボーダーラインの勝ち点は38から40に設定しているようですね。シンプルに現状の確認と推定残留ラインについて計算をしています。結論としては残留可能性は約5から 10% だそうです。この低い確率の根拠として現在の勝ち点14は歴史的に見ても非常に低い水準、残り17試合で大幅な改善が必要、勝率を 47% 以上に向上、他の下位チームも勝ち点を積み上げる競争がある。過去に21試合でこの勝ち点から残留したケースは極めて稀と4つの根拠を挙げています。さらに容赦のない回答ですね。ただこの文脈だと夏の補強や将来的な監督の変更については触れていない気が。では最後にこの AI に聞いてみましょう。コパイロット。悪名高いマイクロソフトエッジの検索バーや画面の右上、
OS が Windows であればなんか画面下部のバーにも常駐しているやつです。開発元はマイクロソフトで GitHub と OpenAI の技術を活用しているそうです。オフィス製品やプログラミング環境 VS コードなどに組み込まれた AI アシスタントで、文書作成、メール下書き、Excel の関数生成、コード保管などをサポートすることに長けているそうです。では質問してみましょう。過去データによる見やす。 J リーグ公式が25週終了時点で最下位チームの残留確率は 0% と解析しており、仮に21節時点で最下位と同様の厳しい状況にあるチームの残留率も事実上 0% と考えられます。以下なんやかんや計算した結果、結論、過去実績でも今期ペース継続の統計モデルでも J1 残留の可能性はほぼ 0% と見て差し支えありません。一番えげつない回答を出してきよった。残り13試合での逆転を狙うには勝率を現状の3倍近くに引き上げる必要があり、現実的には極めて困難と言えます。とか夢も希望もない、もう少し手ごこうというか。ただしこの回答文も見ると、こちらも将来的な監督交代や夏の補強が計算に入っていないような気がします。まとめ。はい、ということで一覧表にまとめてみました。いずれも厳しいという回答ですね。内容はすべて無課金なので、この結果だとチャット GPT の回答が一番怪しいのですが、何せ無課金なのでこんなものなのでしょう。同じ AI でも回答に個性があって面白いですね。グロックは X のポストなども参照した結果、予想残留が地点は高いのに残留の可能性はなぜか高くなってしまったり、一番可能性が低いと回答したクロードは、おそらくこの後の補強は計算に入っておらず、あくまで今現在のデータと過去のデータとの比較で回答してきたり。そうですね。皆さんの予想は何%でしょうか。そしてこの回答から普段利用する AI ツールの参考にしていただくのも良いかもしれませんね。現実のマリノスも夏の選手補強や監督交代などまだまだ目が離せません。選手流出の危機もありますけど。それでは皆さん、今日のフットボール天国はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。